皆さんこんにちは。ドイツ在住のノバナです。今日は以前ですね、質問を募集したと思うんですけれども、いくつかそれでですね、質問をしてくださった方がいるので、今日はお答えしていきたいと思います。少し長くなるかもしれないですけども、最後までお付き合いしていただけると嬉しいです。それではですね、質問、ここにちょっと読みながらですね、お答えしていきたいと思います。まず、一番多かった質問はですね、やっぱりドイツ人の夫との出会いとか馴れ初めについてなんですけども、ちょっとこれは最後の方でお話ししたいと思います。で、2つ目に多かった質問が、私はドイツに来る前からドイツ語できてたんですかっていうので、はい、私はドイツ語はですね、ドイツに来る前はほぼ全くできなかったんですよね。それでドイツに来て、ワーホリのビザで来たんですけども、ワーホリのビザで来て、でも1ヶ月後ぐらいに現地のドイツ語語学学校が始まりまして、月曜日から金曜日まで朝の9時から13時までみっちり毎日半年間通いました。日本語で言ったら A1 のレベルから B1 のレベルまで、毎日通って、でその後 B2 もやってみたんですけど、すごく難しくて私は挫折しました。はい。そうそう、それとあとドイツ語語学学校に通いながら日本のお寿司屋さんでドイツ語できないのに雇っていただけてアルバイトもしてました。そこで結構ドイツ語をいろいろ勉強できたと思います。はい。次に、夫と知り合う前からドイツに興味がありましたか？なんでワーホリ先をドイツにしましたか？というのは、はい、夫と知り合う前にはドイツには全く興味がありませんでした。というのも、私は英語を勉強したかったので、ワーホリ先はオーストラリアかニュージーランドにしたかったんですよね。でも、後でお話ししますけど、夫と出会ったのをきっかけにですね、ワーホリ先をドイツに変えました。若いですね。はい。では次、海外を拠点とする覚悟はどんなんでしたか？ドイツ移住の時の決断はですね、覚悟という覚悟はそんなにしてなかったんですよね。あの時私多分26、7歳だったので、なんかもう行きたいから行くっていう感じで海外に行きました。で、あとはですね、本当にドイツ移住の決断、そうですね、これはこの人、今の現在の夫とだったら海外であのやっていけるっていう自信はその時ありましたね。なので決断というか、決断するのはすごく早かったです。はい、はい、では夫の日本語はなぜうまいかっていう話なんですけども、彼はアメリカに3ヶ月間留学したんですよね、英語の勉強のために。でその時にですね、たくさんの日本人がいたらしいんですよ、ね。それで今まで日本という国に夫も全く興味がなかったんですけど、失礼します、興味なかったんですけど、そこで優しい優しい日本人とですね、たくさん知り合いまして、それですごく日本という国に興味を持つようになったみたいですね。でその後に日本語にも興味を持ち出したので、ハノーファーの日本人会っていうのがあるんですけど、その日本人会に連絡して日本語を教えてくれる先生を紹介してもらったみたいで、その後プライベートレッスンをスタートしたみたいです。それで結構日本語が上手になっていったようです。次ですね、両親に会えなくて寂しくないですかっていう質問で、私の父はもう16の時
に他界してしまっているんですけども、母とはですねしょっちゅう LINE で連絡してますし、ね、昔に比べたらもうテレビ電話だってできるし、もちろんそんな寂しいって思わないですね。電話できるので、しょっちゅう連絡もできるし、でお母さんも毎日なんか今日の夕飯こんなんやでって感じで写真も送ってくれるので、今のところは大丈夫です。はい、最終的に日本に帰りますか、それともドイツですかっていうので、私の夢は日本とドイツを生き生きできる生活なんですよね。それは夢の夢だと思うんですけども、夢は持っていいじゃないですか。で、とりあえずですね、子育て終了まではドイツで生活したいなっていうのはちょっと強いですね。日本で子育てしたことがないのでちょっとわからないですけども、やっぱりのびのびとしたこのドイツの生き方っていうのは私も気に入っているので、子供がそうですね、15歳とかね、大学手前ぐらいまでは、ドイツで育てたいなっていうのはあります。最終的にどこで骨をうずめるのかはちょっと今のところわからないですけどね。はい子どもたちの名前が日本風かドイツ風かという質問ですが、私たちの子どもの名前は、すごく日本の名前です。息子はですね、結構多分2010年くらいから多分人気人気トップ10とかに入っているような名前ですね。で、娘は私の世代に多い名前です。で、もちろんドイツで生活するわけですから、ドイツ人が発音できないと困るのでっていうのをすごく考えてつけました。ドイツ語でですね、英語で言ったら日本語で言ったら愛っていうのを愛をつけると読み方A だと思うんですけど、ドイツは愛になるんですよ。例えば卵って愛っていうんですけど、いに愛なんですよね。ということは、例えばですよ、浩平くんっているじゃないですか。浩平ですよね。でもドイツで最初にそれを多分ドイツ語で読まれてしまうと後輩くんになるんですよ。全然意味違うやんってなりますよね。そうだから AI はつなげて書かんとこうとか、あと R っていう R は発音がドイツ語は難しいんですよ。私は未だにできないんですけど、だから R は絶対外そうねとかいろいろ。あと例えば終わりを「お」にする、例えば愛子ちゃんとかね、こおで終わるじゃないですか。それはちょっと男の子の名前になるんですよね。っていうことで、そういうのいろいろ考えた結果ですね、今の名前になりました。日本の名前です。はい。で、子どもたちの日本語とドイツ語ですが、子どもたちの日本語はどうやって教えたのかっていう質問です。テレビはですね、まずテレビは基本的に絶対日本の日本の番組しか見せませんね、子どもたちに。で、ドイツ語で例えばですよ、ドイツ語で話しかけられたとするじゃないですか。そしたらそのドイツ語を日本語に直して子どもたちにはもう一回私に言ってもらうようにしていました。今もそうしています。私ドイツ語分からへんでみたいな雰囲気を出して日本語に直して質問してもらいます。それでやっと答えるっていうのをしていました。で、あとはですね、大事だと思うんですけど、やっぱ駐在さんの子どもたちって日本語ペラペラじゃないですか。だからね、駐在さんの、子どもさんと遊ぶ機会を増やしたりとか、ハーフでも日本語が強いハーフの子どもさんと遊ぶ機会をすごく増やしていました。はい。日本のテレビなんですけど、以前は私たちはスリングボックスというのを使ってました。皆さんスリングボックスご存知ですか？
これ噂では多分今年とか来年かな、今年か終わるって言われてるんですよね。で、スリングボックス使えなくなるんや、どうしようって思ってた時にですね、サーフシャークさんからお話いただいて、でサーフシャークさんっていう VPN を今使ってるんですよ。でそれを使うとですね、日本の Amazon プライムビデオで子どもたちとアニメ見放題なんですよね。でドイツでは VPN を使わなかったら日本の Amazon プライムでアニメってほとんど見れないんですよ。ちょっと見れるの、海外で見れるやつっていうのもありますけど、でもほとんど私たちが見たいものは見れないですね。でも VPN を使うと見れるんですよね。すごい幸せです。で YouTube もですね、去年一時帰国した時にポケモンの見逃し配信とか息子と娘と一緒に見てたんですよね。でもドイツに帰ってきて見逃し配信見ようと思ったら全然見れなかったんですよ。ドイツだからですよね。でも VPN 使ったらまたこれ見逃し配信が見れたんですよね。もうすごい感動しました。でちなみにですね、私がお世話になっている日本人美容師さん、ハノハにいらっしゃるんですけど、彼女もなんと偶然サーフシャークさん使っててでもうアニメ見まくってますっていう話この間しました。で、皆さんサーフシャークさんってご存知ですかね。っていうかまずVPN とかご存知ですかね。私も全然詳しくないし、もう横文字ばっかりやめてくれって感じなんですけど、とりあえずですね、プライバシー守ってくれるっていうのと、あとは海外にいながら日本のサイトが見れるっていう話です。ちょっとはしょりまくりですけども、で今年の4月6日くらいからですね、ヤフーニュースって見れなくなったじゃないですか、ドイツ在住の方々ね。で私結構あれショックだったんですけども、もう今はですね、サーフシャークさんの VPN 使って問題なく毎朝ヤフーニュースチェックできてます嬉しいですね。であとはスマホでネットショッピングすることも多いので、このセキュリティ面についても結構安心ですね。はい、ということでですね、今ノバナというコードを入力していただくと 83% オフになって、で2年契約された場合は追加で3ヶ月分無料でですね VPN を使えるようになります。で申し込みから30日以内だったら返金も保証されています。興味のある方はですね、概要欄に貼っておくのでチェックしてみてください。私はもうずっと使い続ける予定です。で2年契約だったらいくらやねん、月々いくらやねんって話ですけど、毎月289円くらいですね。あとユーロだったら2ユーロですよ。結構安いですよね。2ユーロくらいで済みます。あと私はここにですね Amazon プライム、日本の Amazon プライム1年間契約したので、ここに月400円プラスだからトータル689円くらいで、日本のアニメを見まくっています。で私はですね結構名探偵コナンのファンなので、映画、今ちょっと映画見れないんですけど、でもテレビドラテレビドラマじゃない、名探偵コナンのですねアニメをですね時々一人で見てちょっと癒されて楽しんでいます。はい、次の質問なんですけれども、ご当地ビール、おすすめビールありますかっていうのがあって、私はですね個人的には白ビールよりもピルスナーの方が結構好きで、ケルンの有名なケルシュとか大好きですね。なんででしょうね、すごく美味しいんですよね。でなんで美味しいんかなって思ったんですけど、なんか冷たい小さいグラスで出されるのが多分好きなんですよね。小さいグラスで冷たいビールをフュッて飲むのが好きなんですよ。で白ビールとかって500ミリで出てくるじゃないですか。500ミリって多いんですよ。500ミリだから飲み切る前にちょっとぬるくなってきたりとかして、なんか楽しめないんですよね。っていうことでケルシュとか、あとこの間デュッセルドルフで飲んだアルトビールとかも250ミリだと思うんですよ。なので多分小さいグラスで入れられる
ピルスナービールが多分好きですはい、はい、次、スーパーの買い出し頻度について。これはですね、基本的には近所のエデカに週に 2,3 回行く感じですね。で、週1回もしくは2週間に1遍はフレッシュな魚を買いにリードルに行くっていう感じです。はい、ドイツに暮らして良かったこと、おすすめなこと、そして不便なことについて。良かった点はやっぱりワインとビールが安いことですあとヨーロッパ旅行がめっちゃしやすいっていうことで、夏に皆さんのそんなに好きじゃない、皆さんの嫌いなごきんが出ないですねドイツいいでしょ。あと朝のスタートが早いので夜終わりが早いんですよ。で、例えばその夫だったら、フレキシブルに仕事を開始できると言いますか、別ね、9時出勤の人なんかほとんどいないと思うんですけど、例えばもう7時スタートで8、9、10、11、12、13、14、15、15時には終わるみたいな感じですね。15時に終わることはあんまないんですけど、そんな感じで夜の6時7時まで仕事してるっていうのはあんまりないです。はい、あとそうですね、誰も見た目気にしないっていうところはすごい好きですね。どう見られてるんだろうとかあんまり気にしない民族だと私は個人的に思います。で、高速道路が無料です。それも私は嬉しいと思います。あとはとても自然が多いこともドイツのいいところだと思います。で、不便なことはですね、やっぱり日曜日祝日はレストランカフェ以外は本当に全部閉まってます。で、あと土曜日でもお店によってはもう13時14時に店が閉まります。これは結構不便だなと思います。もう慣れましたけども。で、あとはですね、お医者さんに行くのにいちいちアポを取らないといけないんですよ。なんで日本だったら結構歯痛いなっつって歯医者さんに行けるじゃないですか。なんかね、具合悪いな、医者に行こうってできるじゃないですか。アポ取らんでもいちいち。でもアポが必要なんですよ。はい、それがすごい私は結構不便だなって思います。あとトイレが結構ないですね。日本だったらはいコンビニ入ろうってなるじゃないですか。トイレ行きたい、コンビニ入ろうとか、なんかちょっとそこお店入ってね、トイレ行こうとかできるじゃないですか。ドイツは結構そのトイレがないんですよ。でもあってもお金が必要なので小銭がないといけなかったりとかします。不便ですね。はい、次、ドイツが素晴らしいところだということは分かったが、ドイツの嫌いなところは、はい、嫌いなところありますよ。もうね、とにかく機嫌の悪さがもう顔に出てくるんですよ。もう眉間にしわ寄せたりとか、もうとにかく機嫌が悪いのがめっちゃわかるんですよね。それはそのご近所さんでもそうだし、お店でもそうですね。機嫌悪い店員さんに当たったら最悪ですよはい、これが一つ嫌なところです。あとは歩きタバコが多いし、カフェとか外で食事したりとか飲む時って外はタバコをしていいんですよ。なので外で気持ちよくね、なんか飲んでたりとかしてても、横のお客さんがもうタバコ吸ってたらタバコの煙ブワーってくる感じなんですよ。もうそれも結構苦手です。で、あと大晦日が爆竹と花火がもう上がりまくるので、静かに年を越したい私にとってはドイツの大晦日はすごく嫌いです。はいで、次、馴染めない風習はありますか。はい、あります。サウナが混浴なんですよ。そして真っ裸なんですよねすごいですよ。私も何回かですね、水着を着ていい日っていうのを選んでサウナに行ったことがあるんですけど、着ていい日なんだけど誰も水着着てないから、なんか私着てるの私だけ
着てたらなんか私今日水着着ていい日って知ってきたのに誰も着てへんや私悪い人やみたいになって勝手にちょっと逆に恥ずかしいみたいな思いをしました。もうすごい本当に全部皆さんみんな裸ですっぱだかでね歩いてサウナに寝転がってます。びっくりしますはい、あとはですね、ドイツ人の方からですね、アンドレアさんからですね、このドイツ語ですごい質問いただいたんですよね。で、私がドイツに来た時何がカルチャーショックでしたかとか、あとはドイツ人と日本人ね、すごい違いありますかっていう質問だったんですけど、はい、カルチャーショック、最初のカルチャーショックはやっぱりその日曜日祝日お店が全部閉まることについては本当にびっくりしました。日曜日って買い物しに行く日じゃなかったっけって感じでした。本当にめっちゃ静かになるからびっくりしました。あとはですね、はい、先ほど言いましたサウナが混浴なことも分かれて入るっていうすいません揺れました。分かれてお風呂サウナに入るっていうところ施設はですね見たことがありませんあとはですね、16歳くらいからピルを女性の話ですけどピルを飲むっていうことにも結構びっくりしました。なんかそうか自分の体は自分で守るのかってすごい思いました。でもなんか私が親だったら娘に、親ですけど娘に16歳からピル飲ませるかなねえ、なんかって感じです。すごい悩むと思います。はい、これが結構、カルチャーショックでした。はい、でドイツ人と日本人が似てますかっていうのですけど、どうですか皆さん。結構ね皆さん思ってると思うんですよ。日本の方だったらドイツ人と日本人って似てるんだよねみたいな思ってると思うんですけど、実際生活してみるといや似てないでって思います。だってどこが似てんのって思います。逆にどこが、だってそんなにメンタル強くないでって思うし、メンタル強いんですよ。メンタル強いっていうか主張がしっかりしてるんですよね。ちゃんと自分の思ったことはその場でちゃんと言うっていうのが多分あると思うんですよね。どうですかドイツ在住の日本人の皆さん、思いませんか？やっぱりちゃんと自己主張されますよねドイツ人。もちろんねなんていうかな発言苦手っていう人もいると思うんですよ。でも比率で考えるとやっぱり自己主張ちゃんとできる人が多いと思いますね。で日本の人だとやっぱりねちょっとね空気を読むとか場を大切にするっていうね、そういう風に育ってきているので、でも逆にドイツはちゃんと自分の思ったことを納得いくまで言う、納得いくまで話し合うっていうのがあるんですよね。でも多分子供の時からそのように育てられるんですよね。なんで多分ディスカッションとかも得意な人多いと思うんですよドイツだと。でもどうですか日本の方々。私はもうディスカッションとかほんまに嫌なんですよ。なんでそんな自分がね自分の納得いくところまで自分の意見をね言う必要があるのかなって思ってしまうんですよね。ということで私はドイツ人と日本人もちろん似てるとこあると思うんですけどね、時間を守るとかルールを守るとか、でも基本的には似ていないと個人的には思います。はい、ドイツ在住の日本の方々とかドイツ人をよく知っている日本の方々とかちょっとコメントいろいろ書いてくださいねはい、で、関西人ゆえに気になったことっていう質問も面白いですね。ハノーファーはですね比較的閉鎖的な人が多いと言われているみたいなんですよ。でその通りだなって思うんですよね。新しいことにあんまり挑戦しない人が多いんじゃないかなってちょっと個人的に思うんですけど、フレンドリーすごいオープンな接客とかもあんまり合わないんですよ。で私は自分大阪生まれの大阪育ちなんでスーパーマーケットとかで話しかけられたり逆に話しかけたりとかしちゃうんですよね。日本で住んでる時ですよ。でもこっちだと
あまりそれがないかなという感じです。ちょっと寂しいなっていう感じもします。はい、はい、では次。日本食が一番美味しいですが、慣れるとじゃがいもやパンでも大丈夫ですかっていう質問です。はい、私はですね、届く当時はもう白いご飯なしの生活考えられへんって感じやったんですけど、今はもうドイツのじゃがいもも美味しいし、ドイツのこの酸っぱいドイツパンがすごい好きなんですよ。なんで結構白いご飯なし、日本食なしでも結構やっていけています。はい、ドイツで美味しいものは何ですか？ダントツで私は酸っぱいパン、酸っぱいドイツパンをおすすめします。で、あとたまにですね食べるシュニッツェルとポメスとかもドイツザドイツな感じで結構好きです。はい、テレビはどんなものをやってますか？これがですね、申し訳ないんですが、私ドイツのテレビって本当に全く見ないんですよ。テレビがついたらもう先ほど言ったAmazon プライムとか YouTube なので、ドイツのテレビは見ていません。すいません。生活費の高騰、節約は何していますかっていうので、私も逆に聞きたいですけど、食べる量を減らすとか、ファスティングの回数を増やそうかなって思っているので、結構だって食べなければ、食べる量が少なければそれだけ食料費は浮くわけですしね。そんな感じであとはやっぱり特価になっているものを、賞味期限が長いものを買うようにしています。小さなことだと思うんですけど、小さなことを積み重ね、小さい節約を積み重ねていこうかなと思っています。はい、子供を叱るときどのように叱りますかね。どのように、意識していることは、親が上子供が下っていうのにならないようにしています。子供も親もどっちが先に生まれたかの違いだけであって、同じ人間である。だから自分の方が上っていう風にはならないように意識しています。で T 先生ってご存知ですかね。T 先生の YouTube でいろいろね勉強させていただいてるんですけど、子供にだって自分の予定があるんだよっていうのをいうことをおっしゃってたんですよ。でそれですごいああそうか、だっていつも自分の予定でね子供たちああだこうだ言っちゃうんですけど、いや子供にだってそうだよ、子供の予定があるんだよって、自分を一旦イライラしてる時は落ち着かせています。はい、学校の制度何歳から義務教育ですか？ちょっと喋ってる。ごめんね。うん。学校の制度何歳から義務教育ですかというので、6歳のドイツは6歳の夏から義務教育ですね。なんですけど、これがまた難しくて、例えば、8月入学式とするじゃないですか。で例えば9月の誕生日の子、例えば9月1日誕生日の子はその5歳で入学もできるし、でこのいやいやちょっとね5歳で入れるのもって話で1年遅らせることもできるんですよ。フレキシブルなすいません説明難しい。フレキシキンツって言うんだったかな。フレキシブルなこの月に生まれた子は選べるっていうのがあって、ちょっと早めに5歳、もうすぐ6歳っていう時に入学をさせることもできるし、いやいやいやうちの子はもうちょっとゆっくり入学させてあげたいってなったら1年遅らせて7歳になってから、7歳になる手前とかで入学させたいっていうことで選ぶことも可能です。はい。で、成績はですね、実は小学校1年生小学校2年生は成績がつかないんですよ。成績表がないんですよね。
なんで今うちの息子小学校1年生なので成績についてちょっとよくわからないんですけど、とりあえず12345でつけられて、で日本は多分5が一番成績いいんですよね。でもドイツは、めっちゃ逆で1がめっちゃ成績いいです。はいあとは英語かドイツ語ができたら仕事できますかという質問ですが、英語だけでもできる仕事はあると思います。たくさん、場所にもよると思いますが、ただやっぱりドイツ語ができると可能性っていうのはすごく広がると思います。はい、なんでこっちで就職考えていらっしゃる方は英語だけでもいいですが、プラスドイツ語もできたらいいかなと思います。はい、あとさまざまなバックグラウンドを持った外国人がドイツに残りの人生を過ごすために移住してきますか。いや、これは聞いたことないですね。ドイツで残りの人生を過ごすために移住してくる、ないですね。聞いたことはないです。ただもうすでにここドイツで働いている人が自分の家族をこう呼び寄せて一緒に暮らしているっていう外国人はたくさんいます。はい、次、ドイツに売っていない日本のもの、欲しいものはありますか。そうですね、ドイツの夏がですね、ここ数年すごく暑くなってきているんですよ。でもクーラーがないことが多いんですよね。太陽眩しいなんで扇子とかあったらなんかいいなって思いますね。私はお母さん自分の母にですね扇子もらってきたんですよ、この間一時帰国で。だからそれね使ってるんですけど、地下鉄とか例えばもう本当にクーラーかかってないんですよ。もうね、びっくりしますよ。電車だったらかかってること多いんですけど、地下鉄とかはトラムとかはかかってないし、レストランによってはクーラーないから中で食べたらもうめっちゃ暑いとかもあるので、扇子一つあったら便利かなとは思いますね。あと炊飯器はあったらいいんじゃないかなって思います。うちはもう使ってませんけども、ドイツで使えるコンセントプラグの炊飯器を買ってきて持ってくると便利なんじゃないかなって思います。あとは目薬とか葛根湯とかも日本で買ってきたら、そうですね、ドイツ生活安心なんじゃないかなって思います。例えば私は1年以上もうコンタクトやってないんですけど、コンタクトレンズしてる時は日本の目薬であるじゃないですか。めっちゃクールってやつでしたっけ、めっちゃスカーってする目薬あるじゃないですか。あれとかすごい好きだったから、コンタクトレンズ使ってる人とかこだわりの目薬があるんだったら持ってきたらいいかなって思います。はい、日本好きのドイツ人がもらって嬉しいものは何ですか。これは結構難しいんですけど、お酒を飲む人なんだったら日本のウイスキー、日課とか喜ばれるんじゃないかなって思います。で私の義理のお母さんは抹茶味のお菓子が大好き。抹茶のアルフォートとか抹茶のなんかとかすごい喜びますね。抹茶結構多分ドイツでも人気だと思います。はい、コーヒーマシン、コーヒーマシンはどこのメーカーですか。私たちはユーラユーラっていう会社の全自動コーヒーマシン、スイスのメーカーさんのものを使っています。はい、次、シンプルな生活環境に対しての考え方について。ですね、何がきっかけか忘れたんですけど、一緒に夫婦でミニマリスト目指してみようよっていう風に話し合ったんですよ。何きっかけだったんですかね、忘れました。で、環境に対してはですね、できるだけやっぱりプラスチックを使わないようにっていうのは意識してるんですよね。で、一時固形シャンプーにしてみたりとかですね、とにかくいろいろプラスチックなしでって考えていろいろ頑張ってみたんですけど、意外にお金が逆にかかるっていうのと、で頑張りすぎたらなんかしんどくなってきたんですよね。っていうことで今はもうできる範囲で
プラスチックを減らしたりとか、新しい服とか物を基本的には買わないで、一旦この中古のもので手に入れれないだろうかっていうふうに探したりして、で中古のものを買うようにしています。はい。と、外観のために洗濯物は外に干せない、広いお庭がないときはどうするの、乾燥機なのっていう方で、うちはですね、乾燥機をまだ買っていないときは外から誰も見えないので、庭に干したりしてました。冬はもちろん室内に干してました。で、以前住んでいたアパートではベランダも乾燥機もなかったので、これも室内に干していました。で、布団はどうするの？掛け布団は洗濯機で洗って乾燥機にかけて、それで終わりですね。お日様の下で布団干してふわふわとかはあんまりないですね。しないですね。資産形成、貯金、年金、投資、保険、日本との違いは、これはですね難しいですね。もう難しいのいっぱいですね。ですね、子供1人につき、日本だったら大学までにかかる費用が2000万円と言われているじゃないですか。でね、大学もとても高いですし、ただドイツは大学の授業料とか入学費はですね、基本的に無料、もしくはそんなにかからないんですよ。で、あと家の価値がですね、日本のように落ちないので、そのまま財産になります。なんで私たちも考えているのは、やっぱこのお家をですね、ゆくゆくは買った値段よりも高く売ろうと思っています。眩しい。で、月々少額ではあるんですけども ETF を買っています。で、ドイツの年金については私自身がまだまだ無知なので勉強したいと思っています。で、勉強してちょっと詳しくなったらお伝えしたいなと思っています。はい、はい、ではまだまだ続きます。お付き合いお願いします。ビールに目覚めたきっかけは、これはですね、日本でもほとんどビールは飲まなかったんですけど、ドイツに来てからいろんなビールを試すようになっていくうちに好きになりました。今すごい好きです。ビール苦いの大好きです。ちなみに日本では私はビールじゃなくてハイボールばっかり飲んでました。はい、私の身長は161センチくらいです。大阪のお気に入りの場所はありますか？心斎橋です。大好きです。道頓堀、ワイワイしているところがすごい好きです。あとカニ道楽ありますよね。橋の横、カニ道楽の前にある2階建てのスタバ、本屋さんとひっついているスタバがすごい好きで、一時帰国の時は必ずあそこに行きます。見つけたら声かけてください。私の職歴、動画の編集が上手なのでそのような仕事をしていたんですかという質問です。ですね、上手なんて言っていただいてありがとうございます。ただ過去の仕事はですね、動画編集に全く関係のない営業とか接客業をしていました。はい。で、YouTube で顔を見せないのはなぜっていうのですけども、YouTube 始める時にすっごい考えたんですよ。自分を出すのか出さないのか。で、子供たちとか夫はですね、夫自身が反対しているので、絶対にこれからも登場しモザイクはかけるんですけども、私私自身が映るのは別に旦那さんにとっては問題ないらしいんですよね。でもね、すごい勉強っていうか、すごいいろんな情報をね得ながら、中田のあっちゃんのですねセカンドチャンネルでいろいろちょっと勉強させてもらってて、で私の YouTube は情報を提供するのか、それとも私のキャラを押し出したチャンネルにするのかっていう話があって、で考えたんですよ、よく。でも私の YouTube はドイツに興味がある方に、それとも海外生活とかに興味がある方へドイツの情報を提供するっていうのがメイン
でやりたいって思ったんですよ。なんで私の顔とか私の存在はすごい邪魔だと思ったんですよね。だから出さなくていいわってなったんですよ。ただ何にもないのもありかなって思って、声だけは出すようにしようっつって、その時決めて YouTube を始めたんですよ。なんでまあね、多分どっかで動画でも言ったと思うんですけど、めっちゃ美人とかやったら出した方が視聴者さん増えると思うんですけど、めっちゃ美人とかじゃないし、別にそんな自分出す必要ないわと思って、今の今まで顔出しはなしでやってきたんですよね。ただね、今更感もあるじゃないですか。今更私の顔を出したら逆に登録者さんがですねめっちゃ減るんじゃないかなっていう思いもありますよ。はい。なんでちょっと当分出さないと思います。はい。以上です。それでは、ここまでお付き合いいただいてありがとうございます。で、馴れ初めなんですけども、夫のドイツ人の友達っていうか、サンフランシスコ一緒に留学した友達が神戸の大学に留学してたんですよね。で、また言えた。それでうちの夫がその留学している友達を1ヶ月ぐらい訪ねに来たんですよ。でそれで1ヶ月その彼のとこに滞在とか しながら、神戸だけど、東京行ったりとかいろんなとこ行ったりしてて、である時大阪で私たち出会ったんですよね。大阪の大阪のクラブで出会いました。はい。でクラブで出会って、それでで出会って、で仲良くなって、で連絡取り合いながら仲良くなって、それでいろいろありましてで私その時すごいもうオーストラリアとかニュージーランドどっちに行こう、どっちに行って英語勉強しようかなっつって、もうすごいがむしゃらに働いてお金を貯めてた時期なんですよね。でそれで彼と出会って、でね、いやそうかドイツに住んでるんかってなって、ドイツってどんな国かな、一回ちょっと旅行で行ってみようっつって、で一回ドイツに旅行に行ったんですよね。でそれで旅行に行ってから決めようと思って、そのワーホリ先をね。でなんか1週間ぐらいの滞在だったんですけど、すごいドイツってこんな感じなんかみたいな、こんな国なんかって思って、悪くないなって思って、で日本に帰ってきて、よし私ねワーホリ先ドイツに変えようっつって変えたんですよ。でドイツのワーホリってすごい簡単にワーホリビザ取れるので、結構簡単に取れるので、もうすぐお金うわーって貯めてワーホリのビザを取って行きました。で彼と、一緒に住んでみて、で一緒に住んで分かることってあるじゃないですか。それで一緒に住んでいくうちに大丈夫だねって2人でやっていけるねってなって、でプロポーズしてもらって今に至りますという感じです。ちょっと結構いろいろはしょってるんですけど、はい、詳しく聞きたい方はもしいらっしゃれば、個人的にお話しいたしますはい、っていう感じですね。でそれで今の生活があります。まさか自分がドイツ人と結婚するなんてって感じですよね。あの時はすごい若かったなーってすごい思います。若いからこその行動力がすごかったなって思うんですよね。今って結構なんかちょっと保守的になっているところがあるんですよ。だけどあの時はなんか、いや私は海外で生活してみたいからとか、もう英語したい、とにかく英語私は勉強したいとか、なんかしたいってことに向けてもうまっすぐ走っていったんですよね。もうできないからとかやっぱり無理かなってかあんま考えずにね、すごいすごいなって今はもう思いますね。あの時の自分すごい行動力やなって思いますはい、でそんな感じでした。はい、皆さん、いろいろ質問していただいてありがとうございました。また他に何か質問があったら、
コメント欄に書いてください。はい、じゃあ今日の動画はこれで終わりたいと思います。今日も最後まで見てくださってありがとうございました。チュース。